まで佐伯さんはどれくらいの数の虫を食べてきましたか？昆虫の味見をして記録をするというのをずっと続けていて、でそれで最近アップデートをして419種類すごいまで増えました。で昆虫を茹でて揚げるとやっぱり風味が変わってしまうので、茹でて、見た目、喉越し、味わい、香り、伸びしろっていうのは将来性ですね。将来性まで含めて、スコアを100点満点でつけて、それでランキングをつけてます。そのランキングの中で、はいトップ3。はいはいはい。トップ3今でいうと、1位がトビイロスズメという、スズメ科の仲間ですね。クズの葉っぱを食べるんですけど、本当に香りがよくって食感もすごくいい。僕はグリーンシャウエッセンって呼んでるんですけど、本当にこうパシッと弾けて、中から本当にコクのある美味しい出汁が出てくる、スープが出てくる。本当にただ茹でただけで美味しいっていうのはトビイロスズメです。で2位が今だとどっちかな、ほとんどあれなんですけど、2位がトノサマバッタですね。でトノサマバッタもさっき食べましたけど香りがいいです。香りがいいとくて旨味も強くって他のバッタに比べていい味ですね、もともと。それで、養殖してみると養殖がなかなかいけてる、よく増えるし飼育も簡単ってことが分かってきたので、それでトノサマバッタが第2位です。なるほど。トノサマバッタは先生も大好きです。僕大好きです。そうですね。なので内山さんと話した時にトノサマバッタ取るのが大変なので養殖できたらいいよねみたいな話をしてたんですけど、養殖する研究室に入りました。そので、第3位が今、ラオスでおすすめしているヤシオオオサゾウムシというゾウムシです。ゾウムシですね。ゾウムシでも日本のゾウムシよりも大きくて、立派です。で育てるのはすごく簡単で、実際に育ててみてびっくりしたんですけど、もう最初に餌を作って、餌の培地を作るんですけど、そこに、ゾウムシの成虫を入れて卵を産ませて、毎週1回バナナを追加する。バナナ食べるんですか？バナナです。そうすると5週間後に、うまくいくと1キロぐらい幼虫が。1キロ。はい。すごい。これは楽だな。生産スピードが。生産スピードいいです。で、もう見栄えとたっぷり取れるので、村の人たちともからも好評で。入れたいというふうに手を挙げてくれて。それはそこで食べる習慣ってあったんですか？そうなんです。実際にその辺聞いてみると、オサゾウムシっていう、大きなゾウムシの仲間で、ヤシにつくのがヤシオオオサゾウムシですね。あれじゃなくてタケノコにつくタイプのゾウムシがいるらしくて、タケノコ、はい、でラオス人はタケノコ大好きなので本当に年中タケノコを取ってるんですよ。その中に当たりですね、そのゾウムシが入っていることがあって、それも高値で取引されるんですけど、それを食べてる習慣があったので割と簡単に食べるよと。で味もタケノコのやつより美味しいかもしれないみたいな、ちょっとお世辞かもしれないですけど言ってくれて、なのでそういう感じで文化的にそういう下地があったなという感じです。なるほど、気になりますね。美味しいです。まだ食べたことないにしてもそんなにないですか？いや、まだまだ食べたいのがいっぱい。今何が食べたいですか？タイタンオオウスバカミキリというのがあって、世界一大きい、大きいやついいですね。どのくらい大きいですか、それは？もう片手でこう掴むぐらい。で、世界一大きい、体重の重いカミキリムシって言われてるんですけど、アカリに集まってくるんですね。で成虫が集まってくるんですけど、幼虫を見たものがまだいないらしいんです。どこかにいるらしいんですよ。その幼虫っていうのは大体成虫よりも体重が重くなるので、その幼虫をぜひ見てみたい、食べてみたい。相当大きいでしょうね。はい。という野望がまだまだあります。一番最近食べた虫は何ですか？一番は日本に帰ってきてちょっと寂しかったので、何か昆虫飼いたいなと思って、階段の踊り場にいたウンモンスズメという。踊り場にいたスズメ。スズメガですね。スズメガの仲間です。はい。で、ウンモンスズメガはケヤキを食べるので、近所に家の敷地内にアパートの敷地内にケヤキが生えてたので、これで飼えるじゃないかということで卵を取って育てて一周回って、先週
成虫になりました。すごい、もう日本にいる間にもうそうですね、一世代はい昆虫養殖、昆虫農家として昆虫農家として、はい、一世代回しました。じゃあそれはラオス帰る時はどうするんですか？その育ったもう全部冷凍しちゃうか全部食べちゃうかですね。それが内山さんにあげるかですね。内山さんさくらちゃんのあげるやってください。欲しいです。うまく系統できたらプレゼントします。お待ちしております。どうですか先生？いや、あれほど雲巣で綺麗ですね。綺麗ですね、写真がすごい綺麗な。雲の模様で。雲の紋ですね。雲の模様。そういう感じの模様なんです。成虫が。モスグリーンでグラデーションがかかっていてすごく綺麗な羽の模様があるんですね。それで捕まえてきてこれは綺麗だということで育てて。佐伯さんのとこ寄ってきますね。そういういい虫が。そうですね。なんか運がある気がしますね。はい。なんか呼び寄せてる感じがしますけどね。はい。虫の運は結構いいと思います。ラオスの2017年ラオス行った時にタガメがその宿のドアにぶつかったんですよ。で開けてなんかノックされたと思ってそこあれっつったら真っ暗でなんだこのラオスの階段みたいな展開はみたいな思ったんですけどそしたら足元にこうタガメがくるくるもがいててあれこれは俺持ってんじゃないかなっていうのはラオスにいるきっかけの一つになったかもしれないです。それは食べたんですか？食べました。美味しかった。とんでもない家に来てしまった。もうタガメはラオスでは高級食材なんで皆さん食べます。皆さん大好きです。どれくらいの値段で売ってるんですか？タガメ2頭で140円ぐらいでラーメン1杯が80円とかなのでお昼2回抜くとタガメが食べれるぐらいそれぐらい高いです。高級食材です。そうですそうです。ラオスは今でも自然から採取する。そうですね。養殖してる人はラオスにはほとんどいないです。はい。自然でもともとそのタニシとか小魚とか取りに行く中でちょっとタガメも混ざって入ってきてるとタガメだけより分けて高いので、それで市場に見に行くみたいなそういう感じで見ることができます。でラオスの方が、日本よりも昆虫は身近にあるんですか？量は多いですね。バリエーションが多いんですけど、簡単にたくさん取れるというわけでもないです。ちゃんと昆虫ごとできちんと見極めないとちゃんとたくさん確実に取れるわけではないという感じですね。やっぱり昆虫もたくさんいるんですけどそれを食べる生き物もたくさんいるのでコウモリとか鳥とか天敵がたくさんいます。なのでパッと見つけることはあってもそれがいつも手に入るわけではないというような感じですね。チャンネル登録待ってます。